面白いです。2回目なんですけど、私も支給されるんですけど、それが三浦おしんさんの本屋さんで待ち合わせです。果てしない物語の上巻を借りてきました。すごい分厚い本。全部一冊の本になってて、今日やりたいことです。絶対にやりたいのが洗濯機を2回回すことと、障害者手帳の相談に行くことです。あとはもものラジオも撮ってしまいたいと思っております。私の通っている病院には、多くの精神科には精神保健福祉士さんがいらっしゃると思うんですけれども、通っている病院にも精神保健福祉士さんがいらっしゃって、無料で支援のこととか入院のこととかをご相談できる制度があるんですけれども、そちらの制度を使わせてもらって、今回私は精神保健福祉士さんのところに障害者年金と障害者手帳のことをご相談することにしました。理由としてはもう完全にお金ですね。障害者手帳を申請すると障害者控除を税金控除を受けられるので、休職中でお金がないですけれども、仕事ができない身でもできることはしようといろいろと調べて申請することにしました。以前に半年ほど前に一度精神保健福祉士さんにご相談したことがあるんですけれども、その時は障害者になりたくないんじゃないですかと言われて、その言葉にそうかもしれないですと言って申請を見送ってしまったんですけれども、今回はもうお金のためということと、よくよく考えて私自身障害者になることに抵抗は全くないなと思ったので、申請することにしました。病院に行ってきました。ついでに本を買ってきました。風と共にゆとりぬ。読んだことあるんですけど、地元の本屋さんで見つけて、これ本当に面白いんですよ。なので買ってきました。面白いエッセイを読まれたい方は本当におすすめです。端から端までお笑いに特化したエッセイって言っても気持ちをただつれづれと連なっているわけではなくて、ちゃんとオチをつけて皆さんを笑わせるという気概のもと書かれているようなエッセイなので、笑いたい方読んでください。本当に面白いです。2回目なんですけど、私もこれは手元に置いておきたいぐらい面白かったので読もうと思います。そして精神科に行ってきました。このメモをお渡ししていったんですけど、一応障害者手帳を私は申請できない立場だと思ってたんですね。なぜなら私の流行っている枠は半年で主治医の方が変わる出張枠で見ていただいているんですけれども、どの先生も私は病気じゃない、病気とかっていうよりはっていうことをおっしゃってて、もう病院にも来なくていいよみたいなテンションだったので、まさかの障害者手帳なんて申請できると思ってなかったんですけど、病院の精神保健福祉士さんのところに今日行ってきてご相談したら、2つ返事で主治医さんのところに行ってきてくれて、主治医さんも2つ返事で、じゃあ診断書書きましょうって言ってくれて、もうトントン拍子に進んで申請することができました。通るかどうかはまだわかんないんですけど、2ヶ月後ぐらいに役所から書類が来るとのことです。まさか申請できると思ってなくて、あと申請書も名前書いて住所書いてぐらいで、電話番号とか家族の連絡先を書く欄もあったんですけど、私はそれを空欄でお出ししたんですけど、特に何も言われずにそのまま申請が通りました。あとは障害者年金のことについて聞いて
きて、その厚生年金と国民年金と2種類あるんですけれども、私が多分受けれるんだとしたら、厚生年金の産休は本当にフルタイム働くのが難しいという程度で支給されるんですけど、それが目指したいところで、ただ私は社会人になる前に中高生の時に一度病院に行ってしまっていることがあって、それはその不登校関連で行ってて、今回は仕事で病んだから行ったってことで、同じ精神科でも違う病名っていうことで分けてなんとか審査してもらえないかどうかというのを今から共済に電話します。ここ壊れちゃいました。買いに行かないと。ダイソーに行く用事が増えました。壊れたのでセリアで新しい同じスマホスタンドを購入してきました。職場に出さないといけない書類をいつきちんと出してきました。あとは図書館に新しいの来てますよってことで言ったら、思いのほかたくさん来てたので、バレないようにご紹介をしたいと思います。三浦オシンさんの本屋さんで待ち合わせです。私、三浦オシンさんの本は一度も拝読したことがなくて、なのにいきなりエッセイかよという感じではあるのですけど、Vlog のキヨさんがこの本をおすすめされていて、読みたいなと思って購入してきました。購入じゃない、借りてきました。この間、ついさっきモモのラジオを撮ったばかりなのですが、果てしない物語の上巻を借りてきました。あらすじは、少年バスチアンが読んでいた本の中のファンタジー、ジエン国は正体不明の虚無に侵され滅亡寸前に、語りの名手エンデによる現実と物語が交わり合って壮大な世界を繰り広げるファンタジー。中学生以上が推奨らしいです。23歳読みます。もうすぐ誕生日なんですよ。最悪ですね、本当。だから今すっごい病んでるんですけど、お気になさらないでください。これは誕生日1ヶ月ぐらい住んでると良くなります。それで誕生日イヤイヤのせいで、障害年金と障害者手帳の申請を済ますことができたので、ある意味功労者ですね、やむのも。あとは意外とすぐ借りれた二宮和也さんの一途です。すっごいちょっと見せれないんです。どこなるんですか。すごい分厚い本なんですよ。全部で540ページぐらいある本で、こういう風に中にずっとどこだっけな、多分集英社さんの何の雑誌なんだろう、モアっていうファッション誌があるんですけど、そこで2009年1月から2019年3月号に掲載されていた連載二宮和也の一途一図に加筆修正したものをこういう風にバラバラっと全部一冊の本になってて、私ずっと嵐を追ってきたので、ちょうど多分2009年ぐらいから追ってきてて、雑誌とか全然その時読んでなかったんですけど、これ読んだらなんか思い出せそうな気がして、ぜひともこれはラジオにしたいですね。この辺に探してたペンが見つかりました。あとは付箋を買ってきました。図書館名を隠す用の付箋です。以上です。